もう一度やろう。もう一度やりますか。わかもう一度りました。やろうよ。その調子だって。ほら、違うこと言い出確した。かに確かに。違うこと言い出した。ほら、今度は横に投げようとしてる。ほら。あ、いけたいけたいけた。前回のあらすじ、2日間歩き通して疲れ切った兄弟、小競り合いばかりな会話の端々から微妙なパワーバランスのあり方が分析できたよね。今回はキャンプできそうな場所を探してずんずん森の奥に入っていくぜ。さてさて、次は何が起きるのかな。暗くなってきたよ。そう、わかってる。だんだん暗くなってきたね。そうなんですよ。急がないとな。すごいね。不安な。またおる。よっこいしょ。これ弟またげないよね。うわ、この木超でかい。ほら、お前の番だ。そら、捕まるよ。あ、こうやって世話をするために2人の関係は良くなっていくわけ、やっぱり。パラメーターが上がったりそういうことですかね。多分明示はされてないですけど、そういうのあるんだと思います。なるほど。すごい岩やね。隆起したような感じやね、地層がね。だからこうガタガタになってる地層がちょっとね。あれって鳥の巣？だな。いっぱいあるんじゃないか。家があっていいね。いじけるなよ。俺らはヒナじゃない。すぐ言ってくるんですよ。そう、何にでも感情移入すんねんね。自分たちと比較すんねんね。これ高すぎるよ。確かに。確かに。ねえお兄ちゃん、お願いだから下ろしてよ。助ける。助けないの選択肢はないですね。いや、助けましょうよ。これ高いよ。捕まれ。ありがとう。何これ。なんだかクリッカーみたい。気持ち悪い。これなんだ。すごいな。生物の授業聞いときゃよかった。やめてよ。まさかはい。キノコを食べるくらい能力が出たとかそうじゃないの。ないと思いますよ。やっぱ秋やね。寒いぞ。おお、ホラー穴みたい。でもなんか怖い。いや、むしろ好都合だぞ。ここで寝る。ですね。どういうこと？なるほど。ここに泊まる。よく決心したね。こんなこのとこで寝るの？ままでは寒いでしょ。そうなんですよ。寒いんですよ。何か考えないと。平気だって。ここを俺たちの秘密基地にしようぜ。火でも起こすか。トラップがあればスケルトンやゾンビがいても大丈夫だけど。よし、それならまずは火を起こしてみるか。そうやな。どうだ火起こさないとな。いいね。で、何したらいい？まあ火を起こす準備ですよね。今の話の流れだと。そうですね。焚き火に必要なものを探してくれ。枝とかここさ、ちょっとジメジメした森や薪とかさ。ったから火がつくまでにね本当に火を起こせるの？難しいそう自信ねえのか？結構技術がいるかもしれない。まさか。さて、中身出すか。あ、途中でこんなニュースなんかが新聞の切れっ端に入手してたんですね、お兄ちゃんは。ね。見てショーン、もう薪一本見つけたよ。今行く。ねえショーン、勝負しようよ。先に3本見つけた方が勝ち。いい？いいぜ。その勇気ある挑戦受けて立つ。薪を3本集めますが、ここは本気を出していきます。はい。よく追ってるもの2ね。本目。あ、
3本先取っちゃった。ほう、取りました。ダニエルのやつやるな。まあ最後にゴールが焚き火の場所なんで、あそこで待ってあげるかどうかは選べるんですけど、まあ先にお兄ちゃんの威厳見せつけてもいいですか。一緒に基地作りたい。さあどうでしょうまあどっちみちそれでまた弟が嫌ごと言うでしょうけどね。言いそまあいいんじゃないですか。勝たせてやればう。いいやろ、喜ぶだろうな。ああそう、こんな形でやりましょう。じゃあ僕の勝ちだね。よし、どうだった？こんだけあるよ。よし、いいぞ。これだけあれば十分だな。ほらね、言ったでしょ、僕の勝ち。はい。こういうとこがちょっと嫌がられてんねんな。焚き火の前に探検しようぜ。そうだと思いやった。じゃあ川見てくる。しつこいんですよね。静かにね。なんか自分を主張しないといけないようなちょっと寂しさを抱えてる子の可能性もちょっと出てきてるよね。ちょっとこう何かにつけちょっと喧嘩を売ってくるようなそうですね。感じがあるでしょ。ほら見てショーン。これって集中欲求って言うんですよ。集中欲求。必要じゃない場面で、例えば勝負しようっていうのはいいじゃないですか。勝負しようって勝った時に、ほら僕はこんなにうまいんだよまで言うっていうのは、いわゆるとにかく自分に注目を、相手が嫌がってでも注目を引きたいっていう風なところが見えてるのかもしれない。この1回で判断するのはあれだけど、今の物言いその言葉の調子は相手を挑発してる感じでしょ。してました。その挑発までするっていうのはちょっと過剰な感じがしません？だからこの子は集中欲求、つまり過去にすごい寂しさを持ってて、孤独とか愛されなかった感覚があって、それがどうしても過剰に相手を刺激する方向に出ると。でそれはもちろんお母さんの失踪というものとリンクしてるわけですよ。なるほどなるほど。はい、すごい眺め。すごい遠くまで見える。でもね、同時にね、この男の子今もパッとこの遠い景色に惹かれてるでしょ。もう自分がそれまでお兄さんに過剰に喧嘩を打ったりして暗い面を出してたんやけど、眺めを見た瞬間に遠いところを見てるでしょ。でこれがこの子のポジティブなイメージですよね。半分その集中欲求があって、愛されなかったとか捨てられたっていう思いがあって、それを怒りに転化してものすごい相手に、クリンチする、相手に、マイナスの関わりをするんだけども、遠い景色を見た瞬間に前向きになれるというか、その景色とこの子の目なんか見たら景色と自分と同化してますよね。つまり未来は明るいんだっていうことはまだ信じてるっていうことがこれで分かるわけ。なるほど。もっと暗くなると遠い景色を見ても感動なんかしない。つまり心が死んでるみたいな。遠い景色というのは未来を表してるわけでしょ。その未来っていうものは自分とは関係ないっていうふうになると、景色を見ても感動しなくなりますよ。本当に傷ついてる子供はそうなると思います。じゃあもうひたすらこう絡んで喧嘩を打ってくる。そうそう、ほんでもう未来なんてい。ないと思ってるから、目の前の権力闘争にばっかり勝とうとする、そういうようなところまで人間って心傷ついていくことってありますよ。大人だって子供だってそれは一緒。だからこれいいシーンなんですよ。すごく。じゃあもう今一緒に楽しんでいこうかなと思います。はい。待ってろ、今行く。あ、綺麗。ここ綺麗だね。すごいよな。ほら、森も悪くないだろう。岩がきっとほのかにあったかいやろね。ずっと太陽に当たって昼間の日光で。そういうのすごく気持ちいいですよね。天然の岩盤浴ですよね。雲を見ろよ。何に見える？何に見えるかな。綿あめ？まんまだな。綿あめって。わかんない。何に見えるの？ドラゴン、俺たちのシッターだ。ちょっとシッターの方僕よくわかんないです。わかんないですね。ドラゴンかな、普通に考えたら。いきます。ドラゴンさ。そうなの？どこ？いいか、あれが尻尾で、あれが角、牙もある。口から煙を吐いてるだろう。
本当だ、かっこいい。これってねすごく大事な教育なんですよ。これですか？うん、要するにまあ言ったらロールシャハテストっていうのがあるでしょ。はい、何に見えるかっていう思いもやしたのが。でもそれってだってこの世界っていうのは別に人間からして意味のないものかもしれないわけじゃないですか。はい、この今僕がいる部屋だって、ワンちゃんとか猫ちゃんにとっては一つの空間に過ぎないわけでしょ。はい、ところがそこに人間が意味を与えることによって初めてこの豊かな世界になっていくわけでしょ。雲って絶えず見れるわけじゃない。その雲が形を変えていくでしょ。はい、それをどう見えるかこう見えるかっていうそういうことを教えてあげるっていうことは、世界を意味づけていくのは君だよっていうことを示してるわけ。初めからはいこれはコップですよ、ね、でこれは携帯ですよっていうのはもう分かることじゃないですか。でも雲っていうのは自ら積極的に意味づけないと分からないものでしょ。でそれを子供に伝えてすごい大事なことなんですよ。子供って与えられたものを楽しむだけでしょ。ところが君が対象がよくわからないものでも意味をつけたら、その途端に楽しくなるんだよと、世界に積極的に関われっていうことなんですよ。だから雲を一緒に見つめてどう見える、あそこがどう見えるっていう、そういう遊びをすることによって、大空のロールシャハテストをやるって、子供をすごくポジティブにさせるんです。へー、すごくいいことなんですよ。皆さんやってみられればどうでしょう。じゃあ意外にね竜って時々出てるよ。竜っぽいやつ。本当に竜としか見えないものが月に一遍ぐらい出るよ。今ドラゴンって言ってるけど。他にも見えたよ。でっかくてほらほらもうどんどんそれでコツを見つけた。子供ってすごいよね。ここにいる。なんだと。お兄ちゃんやったよな。よし、なんか行こっか。それでね、例えばさっきの雲の話やけど、僕その雲ってすごく実は心理療法的というか人の心を成長させるものやと僕は思うんですけど、ほんならドラゴンが見えたとするじゃないですか。ドラゴンが見えた日になんかすごくラッキーなことがあったとするでしょ。あるいはドラゴンが見えた時にすごいピンチがあってそれをうまく出したとするでしょ。ほんならそれも占いになっていくんですよ。ドラゴンが見えた時にピンチがあった、でもピンチがあったけど出した、それはドラゴンがなんか危険なことがあるぞと教えてくれたのかもしれないと。これ現代においてはただ単なる妄想でしょ。でもそれを関係づけることによって自分の人生がどんどん意味づいてくるわけですよ。その意味づいてくることを一方では現代社会は妄想やって言って否定するけど、いやいや意味づけないとどんどんネガティブになっていくんです。だからすごく大事なことなんですよね、このシーンって。この頃やらなくなってきたの。今日はいい日だなって意味づけたらいいのに、今日はいい日だと思わないから、やることはこれかこれかこれか、どんどん虚無的になっていくんですよね。意味がない単純作業をこなしてるみたいな感じになってるみたいな。そうだからすごいこれ大事なことを実はこの物語は教えてるんですよ。自分で意味づけなさいよ。小さい頃にこういう遊びをいっぱいしてると大人になってもね、人には言わないよ。でも何かを意味づけて生きている大人になるんですよ。例えばパッと出会った人と「あ、久しぶりですね」って言ってそこから話が展開してその人との関係性が深まるかもしれないし、何年かぶりにあの人に出会ったから今日は何かあるかもと思ったら、そこに来た偶然をチャンスと生かせる人生になっていくんですよ。だから実は非科学的なことって言われるかもしれないけど、こうやって何気ないことを意味づけていくことを習慣にしていると、チャンスをものにできる人になっていく人多いですよ。そこがすごい今の教育に欠けてんねんね。全部が偶然やというふうにした方が科学的で現代人やと思ってるけど、その人はやや虚無的になっていきますよ。だから思い込みっていうのは期待があるっていうか、この人はきっと自分のことを自分にいいことをしてくれるに違いないって、なんかそれってこう我欲にくくられてるでしょ。でそれはかえって居ついてしまうんですよね。そうじゃなくて、これも何か縁かもしれないっていうか、その
関係性2人の間でプラスになることが何かあるかなっていうのと、自分に何かをしてくれるに違いないっていうのとは違うでしょ。そういうことですね。関係づける、意味づけるっていうのはこの2つの関係の中に何かが生じるかもしれないって思うことなんです。それと自分に何かをしてくれるかもしれないというのは思い込みっていうことなんですよ。それは微妙やけども全然違う世界なんです。ごめんね魚さん。見てて。おいダニエル、ありゃでかすぎて跳ねねえよ。ケンケンしようとしてんねやこれ。ほらそうですね。平たい石を。やっぱりな、みんなこれやるんやな。バンコク共通の遊びですね。そらお上手や。結構大きな石でやったな。やりましたけどね。親指使って挟め。いやこれでかすぎるやろ。投げるとそんなことない。食いってやるんだ。結構力いりますよね、このサイズは。やっぱりアメリカ人はパワーがある。でかいよな。惜しい。上から投げてるもんな。何が違うんだろう。いいね。もう一度やってやるか。もう一度やってあげよう。あ、いい浮き付けの仕方です。惜しい。これやってればできんのかな。もう一遍やろう。もう一回だ。もう一回ぐらいやろう。もうちょっとだぞ。そうそうそう。このルート進んだことないですね。本当。もう一度やろう。もう一度やりますか。もう一度やろうよ。面面白くなっ白くなってて。ほら、違うこと言い出した。確かに。違うこと言い出した。ほら、今度は横に投げようとしてる。ほら。あ、いけた。すごい。やったよ。見てた？ああ、もちろん。へー。完璧だったな。これで水切りオリンピックにも出れるぞ。これね、多分行きがかり上ゲームやから単純にしないといけないからそうなったんやけど、これいい教育者なんですよ。いい教育者。そうなんですか。例えば僕やったらね、2回失敗したらもうちょっと横から投げるんやって言っちゃうと思うんですよ。言えばいいのにって思ってました。いや、この子やと、このぐらいの子供やと横から投げてる過剰に今度は横に投げてしまって、かえって薄くなりすぎてぼちゃっとはまるかもしれないから、こういってぼちゃっとはまるかもしれないから、加減がわからないでしょ。だからこれが12、13歳だったらちょっと横からって言ったらコツをつかむけど、それにしては幼いじゃないですか。だからその時にこの子が自分でコツを自分でつかむまでお兄ちゃん待ったっていうことがすごいですよね。いやなかなか忍耐いりますよね。わからないよ、偶然かもしれないけど全体を把握してるような気がする。もしも弟に投げ方を教えたら極端にその投げ方を真似してしまってまた失敗するかもしれないと。そうすると弟はもう二度とその横から投げるってことを試みないでしょ。かえって教えると教えて失敗する。言われてやったのにダメじゃないかみたいな。そう要するに0か100かしかできない子供はその時に自分の身体から70ぐらいの角度の時に成功するわけじゃないですか。それを多分お兄ちゃんは掴んでて言わなかったのかなと僕はまあちょっと深読みしすぎたかもしれないと思ったわけ。教えるってすごい怖いことなんですよ。教えるってことは大事なことやけど、教えるとかえってうまくいかないこともあるんでね。そういう場面かなとちょっと思っちゃった。この序盤に出てくるこのゲームの慎重に遊びましょうっていうコメントがなんか聞いてくる感じがしますね。ほんまですか。こんないや僕が勝手に僕の経験からね、僕はどっちかというと教育者でもあるじゃないですか、大学教師ですから。だからちょっと先入観がありすぎましたけど、ちゃんと待つことの大事さってありますね。そうなんですよ。で待つことの大事さというのは本人が主体的にやらせることやって、ちょっと止めてくださいね。と本人が主体的にやらせることがいいことやって、これ道徳なんですよ。それと全然違うの、僕が言いたいことと。さっきが言ったことはそれがポイントですよ。待つことが教育だっていうのはそんな臭いことを言うつもりはないの。この子の年齢だったら横から投げろって言ったら過剰にやっちゃって失敗すると。そしたら縦からも横からも失敗するってことで、この子は自分の思考能力を使うっていうことをなくしてしまうかもしれないと思ったから待ったということなんですよ。自分でやらせることが正しいことで、それは全然違う。ちゃんと読んでるっていうふうに僕は取ったから素晴らしいって言ってるんですよ。読みが的確だったと。そうです。それを道徳的に取らないでほしいわ。なるほど。ここがポイントです。
主体性を尊重して好きにやっていいよとかっていう教育がダメだっていう、これは全く野放しで、本当の愛じゃないと僕は大げさに言うと思うんですよ。なぜ自分は今言わないのかっていうことをもうちょっとちゃんと捉えるっていうことが大事なんですよね。ちょっと教育ビデオみたいになりすぎました今でもそれちょっと見過ごされてるかなと思ったから持って言いました。そうですね。僕も把握しきれてなかったそうでしょ。道徳的に捉えたでしょ。これ日本人の特徴なんですよ。道徳的に捉えるっていいことかもしれないけど、一方ではうまくなんかその現場から離れてしまうことでもあるんですよ。はい、すいません。火を起こすぞ。うほうほ、火を起こすぞ。やっていい？俺よりビッグマウスだもんな。いいぞ。うまいこと言うとな。やった。おい、吹き消すなよ。ごめん、つい映画みたいにやりたかったんだ。ああ、いいぞ。温まってきた。これすごいことでしょ。さっきも投げ方も加減でしょ。火を吹くのも弱すぎてもあかんし強すぎてもあかん、加減でしょ。そうですね。この加減をだんだん学んでいくっていうことが大人になることだと思うんですよ。もうこの年やと何でも大人と同じようにはできるけど、加減がわからないから全部失敗しちゃうんでしょ。だからもうこれが教育だよね。でその加減っていうのは身体を通じて経験を通じてしか学べないんだよね。なるほど。でも言葉でなんか整理できるもんじゃない。そう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 。こういう時に火があると安心やんね。全然違いますよね。本当に人間の本能的な火があると安心って人間だけやもんな。足りないね。狩りでもするか。そうだな。本当に。昨日みたいにハンバーガーとかミルクシェイクがあったらな。昨日のことは忘れろでいいですか。いや、シェイクうまかった。何します。合わせます。はい。わかりました。それ言う。あのシェイクはうまかった。あそこでダイナーが見つかってよかったな。また飲みたい。そうだな。そのうちな。約束だ。こういうとこでもね、やっぱりこの男の子が過去にやっぱ過去に惹かれるっていうのが分かりますよ。そうですね。家に帰りたいとかずっと言ってますもんね。例えば僕がこういう状況やったら、明日どうしようと、明日なんか喜一吾があそこらにあったから何か他にもあるかなとか、あるいはなんかウサギでも見つからないかとか。でもこの子はのんきやってちっちゃい子やからなんですけど、あの時美味しかったあのことでっていうねんね。だから過去の中に立地点があって、でもそれって日本人には多いですよね。いや日本人が悪いっていうんじゃなくて、それを力にできたらいいんやね。だからカウンセラー的な立場から言うと、この子は過去の快感、過去の悪いことじゃないでしょ。しかもそうですね。過去の悪いことに惹かれてんやったらトラウマじゃないですか。あの時あんなひどい目にあったからとか、あの時にも自分は飢えてたとか、それだと治療せんなあかんねんけど、同じ過去でもこの子は過去の快感に惹かれてると、それをうまく使えたら、この子を前向きにさせれるかもしれないっていうふうにちょっと一つ置いとくんですよ。過去の快感にこの子は惹かれるタイプ。この子を救う手の一つかもしれない。そうですそうです。大丈夫か？座れるっていいね。お兄ちゃん、ブレッドとのことで僕に怒ってる？ブレッドって隣の家の乱暴者ですね。きっかけを作っちゃった子やね。そうですね。はい。何も覚えてないんだ。なんて言ってあげましょうか。何も起こってない。嘘をつくか、お前のせいじゃない。そうやんな。一応隠しておきたいと思ってるわけでしょ、主人公は。今のところはそうですね。ほんならお前のせいじゃないかな。お前のせいじゃない。事故は起こる。いい君だろ。なんで覚えてないの？変だよね。気にすんなって。
走り回ってたから疲れたんだ。よくある。まあ普通に考えるとこういうふうに当然覚えていることまでも忘れているのであれば、逆行性健忘って言って、一番ショックなことは覚えてないっていうのは分かるじゃないですか。あるいはその時に記憶を失う。でもその前から覚えてないのであれば、そのトラウマがあってその余波でね、その以前ぐらいから忘れてるっていうことがよくあるんですよ。例えば交通事故に巻き込まれたり、レーサーなんか特にそうなんですよ。レースしててヘアピンで巻き込まれてバーンと転がったら、目が覚めてあれ俺今なんでここにいるのと、そのレースに出てること自体を忘れると。そうなんですね。丸ごと消される。丸ごと消される。でそれはものすごい大きなトラウマティックな状況があったり、大きな、脳に対するなんか侵襲があったりした時でしょうね。で脳が侵されて壊れてるわけじゃないんだけども、それ逆行性健忘っていうんですよね。それに近い症状なんですが起こってんのかな。ちょっと前からもう一遍見直すことができないから、そんな風に思って見ます。はい。見て、満月だ。あおーありゃまだ満月じゃないぞ。確かに。ショーン、狼男っているの？俺たちがそうだの方が喜びそうやんな。乗ってきそうですよね。おい、俺たちがそうだろ。あおーな。いい感じやん。そうですね。いつか学校に戻れんのかな。ライラからのメッセージは、これまだパーティー準備できたと言っている段階なんですが、なかなか返事が来ないので、すっぽかすつもり。やっぱりこう巻き込まれてんねん、ライラもな。ちょっと音が聞こえてんねん。なるほど。パパがあんたんちの通りが封鎖されるって言ってた。心配で吐きそう。あんたんちがニュースに出てる。だんだん知っていくねや。そうですね。すごいな、綿密やね。作ってあるんですよ、こういうところも。でも返してんねや、彼は。そうですね。この日の夜に一応返しましたね。今どこにいるかは言えない。父さんが死んだ、あいつが撃った。ダメ、うちに来て力になる、守ってあげる。心配で結構メールくれてます。本当やな。これはちょっとした心の支えになりますよね。こういう人がいてくれるっていうだけで。あの女の子って勇気ある子やから、だいぶこの協力してくれる可能性もあるよね。そうですね。頼ってもいいのかもしれないけど、そういう選択肢はその選択肢ないないんですね。のな。旅に行くしかないです。僕疲れちゃった。じゃあ少し眠りましょう。ちゃんと休もうぜ。一生寝ててもいいぞ。ここじゃ無理。やっぱり靴脱がないんやな。そうですね。向こうの靴文化脱ぎたくなるよね。絶対脱いだ方がいいのにって思いますね。焚き火もあるし。この基地もな。よく頑張ったな、ダニエル。本当？もちろん。なんつうかアウトドアのプロみたいだったな。よかった。もう目が開けてらんない。思いましょう。おやすみ。そんな野宿をずっと続けてるわけですよね。そうですね。大変やな。すごいな。何の装備もなく。ねえ、究極やねこれ。一人の人生としては究極の経験や。泣いてやる。木の実木のままでな、お風呂も入れずに。お父さん。お父さん、ここどこ？ダニエル。おい、起きろ。
ショーン、なんでお父さんは？落ち着け。悪い夢を見てたんだ。大丈夫だから。ショーン、ここどこ？俺らの基地だ。焚き火したの覚えてるか？ちゃんと火を継ぎ足してんねや。偉いな。基本的なこういう能力あんねんな、このお兄ちゃんは。うん、すごい。僕ら平気？すごいな。これだけでもすごい。確かに15歳でこんな感じ。いやいや、大したもんや。まあアウトドア何べもやってるんでしょうね。ショーンもいるし。もう一回寝れるか？疲れ取らないと。でも見ないよ。目閉じろ。怖い夢見た後って本当に怖いもんいてくれね。てよかった。ホテルなんかで怖い夢見たらいつだ電気つけるもん僕。よし、こっからは楽だぞ。下り坂だ。頑張って歩こだね、よかった。あ、どっかにミルクシェイクのお店ないかな？う。ああだな。森の中のミルクシェイク工場。夢みたいだ。もうちょっと歩こう。ライラからメッセージが来ました。サービスエリアとか食い物売ってるとこがあるはずだ。ライラ。あ、電池が切れた。こんなこともするの？します。小技が効いてる出ますねね。動揺してはいけませんよ。追い込まれていく感が強まっていきます。もうお腹空きすぎて死にそうだよ。絶対キーワード言ってね、ライラがな。まずは食べ状況物とを伝えてくれてたんでしょうね。水。充電しようよ。今後のルートを探そう。いやいや、そうじゃなくて充電やろ。分かったちゃうダニエル、の？そりゃ昨日はきつかったけど、今夜はマシになるから。絶対に。理論的には矛盾してて子供の方が正しいんやけど、それをちゃんと説明するっていうことが大人やんな。これってすごい大切な場面ですよ。いいわけじゃない。いや、今の狼の物語はすごいですよ。もう精神療法そのものですよ。